ねえねえ、すみれ、最近、また何か面白いニュースあったんだって。そうね、おい。実は最近、以前日本で問題を起こしまくって暴れまくってたあの迷惑系 YouTuber が、今度は韓国で大暴れしているって話題になってるのよ。そうなの？誰のことだろう？気になるわ。ジョニー・ソマリっていう人なんだけど、覚えてる？去年、日本で大問題を起こしてた人よ。なんとなく思い出したわ。でも、詳しいことは忘れちゃった。どんなことしてたんだっけ？そうね、日本では去年、工事現場に無断で侵入したり、痴漢まがいの行為をしたりして、最終的に逮捕されて国外追放になったのよ。そうそう。そんな人いたね。でも、そんなことして何が楽しいんだろうね。本当にね。でも、彼は反省する様子もなく、その後もイスラエルやアメリカで同じように迷惑な配信を続けていたのよ。海外でもそんなことやってたんだっけ？そうなの。特にイスラエルでは警察に喧嘩を売って逮捕されたりもしたわ。その後、コロンビアに行って配信活動はもうしないと引退宣言までしたんだけど。引退宣言したんだ。でも、またやり始めたってこと？そうなのよ。最近になって突然配信活動を再開して、今度は韓国で暴れているって話題になってるの。韓国で何をしたの？その時の実際の映像もあるから、それを見てみると。What? Okay, I go. Whoa. What are you doing? Relax, whoa. 전화해요. 여 police. My phone, give me my phone. No. Okay. Go. Hey. I'm chilling. Okay. Relax. Police come here. I don't do nothing. と、まず、ある施設で突然大声で叫んで警備員に捕まったのよ。って悪意を持って叫んで、警備員に、ヘイって注意されたんだけど、捕まりたくない彼はその場から逃げ出そうとしたの。逃げたの？でも、結局逃げ切れずに警備員に捕まって連行されたわ。その様子が動画で拡散されて大騒ぎになってるのよ。やっぱり捕まるよね。でも、なんで突然叫んだりしたんだろう？それは、おそらく視聴者を楽しませるためだと思うんだけど、普通の人から見たらただの迷惑行為にしか見えないわね。そうだね。迷惑かけちゃダメなのに。でも、警備員に捕まったってことは逮捕されたの？実はね、この件では逮捕までは至らなかったみたい。でも、これをきっかけに完全に調子に乗ってしまったようで、その後も毎日のように迷惑行為を続けているそうよ。まだ続けてるの？どんなことしてるの？例えば。Not funny, bro. Africa TV, man. Oh my god, bro. Yo, shot. Huh? I don't know. Somebody said Africa TV. It's in my face. Speak off. I don't know what's going on. They sent to my phone. I don't know. I don't know. I'm autistic. Someone sent to me. I don't know. I'm autistic. I don't know what to do. I'm autistic. I don't know, Banzai. Yo, y'all niggas send me. I don't know what's going on. と、韓国のバスの中で、天皇陛下、万歳という音声を爆音で流し続けたりしたのよ。それってすごく失礼じゃない？韓国の人たち怒らなかったの？もちろん怒ったわ。乗客全員が彼に詰め寄って、結局強制的にバスを降ろされたそうよ。そりゃそうだよね。でも、なんで韓国のバスで天皇陛下のことを言ったんだろう？それがね、おそらく意図的に韓国人を挑発しようとしたんだと思うの。彼の配信の視聴者数も一時期に比べてかなり減ってきているから焦ってるんじゃないかしら。でも、そんなことしたら視聴者増えるの？驚くことに、この行為の後、視聴者数が倍増して300人弱になったそうよ。未だにそんなの見る人、そんなにいるの？おかしいよ。本当におかしいわよね。でも、こういう過激な行動を面白がる人たちがいるのも事実なの。まあ、ただ、長続きはしないでしょうけどね。そっか。でも、韓国でそんなことしたら大変なことになりそう。他にも何かしてるの？他にも通勤電車の中で卑猥な言葉を使った配信をしたり、とにかく人が嫌がることばかりやっているみたいよ。ひどすぎる。でも、警察に捕まらないの？
不思議なことに、まだ逮捕はされていないみたい。でも、多くの人が早く逮捕されてほしいと思っているわ。そうだよね。でも、なんでそこまでしてまで配信を続けるんだろう？それはね、彼の顔と名前が広く知られてしまった今、普通に仕事をすることが難しくなってしまったからだと思うの。配信で稼ぐしか生きていく道がないんじゃないかしら。そっか。でも、そんな迷惑な配信で稼げるの？彼は自分のビジネスが成功していると言っているそうだけど、それは嘘だと思われているわ。視聴者数も投げ銭も減っているみたいだし、もう昔のように稼げてはいないんじゃないかしら。じゃあ、もう配信なんてさっさとやめて、母国、アメリカに帰ればいいのにね。そうね、多くの人がそう思っているわ。迷惑配信だけで一生食べていけるほど世の中は甘くないし、もう飽きられているのも事実よ。ね、こんな人のことをみんなはどう思ってるの？そうね、ネットの反応をいくつか紹介するわ。例えば、こんな意見があるの。日本や日本人に敬意を持って日本旅行を楽しみながら配信していたのであれば、調子に乗りすぎなければ、明るい性格で日本人にも好かれただろうに、一気に大金を得られる可能性はあるかもしれないけれど、長続きはしないよね。そうだね。普通に楽しく配信してればよかったのに。他にはどんな意見があるの？こんな意見もあるわ。金の切れ目は円の切れ目でお仲間にも去られ、視聴者にも飽きられ、もはや底辺にまで落ちぶれる。そして最後は自分の輝かしさった迷惑を起こしてた時代の動画を上げ直すとか、あまりに惨めで、ソマリ君にはぴったりだね。うわ、厳しい意見だね。でも、そうなりそうな気がする。そうね。他にもこんな意見があるわ。日本の警察よ、あんたらがさっさと逮捕なりしていれば、こいつもここまで迷惑行為をし続けていなかったと思うぞ。止めなかったから増長しているんだからな。とっとと逮捕するのもある種の優しさだからな。確かに、日本でもっと厳しく対応してたら、こんな風にならなかったのかな。そうかもしれないわね。でも、一番面白かったのはこの意見よ。このまま北に進み、北朝鮮に行ってくれないかな。スマホで撮影しながら歩くだけで即拘束されて収容所域になるだろうけど、もし北朝鮮に行って撮影し続けたら、本気で迷惑配信してたと認めるよ。北朝鮮。そんなところに行ったら大変なことになりそう。そうよね。もちろん、これは冗談よ。でも、こういう厳しい意見が多いってことは、それだけ多くの人が彼の行動に怒っているってことね。うん、そうだね。でも、このまま迷惑行為を続けていくのかな？そうね。今後はタイに行くという情報もあるそうだけど、そこでも同じようなことをする可能性が高いわ。去年もタイに滞在していた時期があったけど、その時も迷惑行為ばかりだったそうだから。一体、いつになったら反省するんだろうね。本当にね、これ以上被害が広がる前に、どこかの国の警察に捕まってほしいものね。うん、そうだね。迷惑行為はダメだってちゃんと分かってほしいね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。